ハロー、こんにちは、大家好、なるです。おはようございます。今は朝の9時半です。私にとって9時半はすごく早いです。今日は山形のレトロな場所を回ろうと思っています。髪の毛がまだボサボサなんですが、髪の毛を少し切ってセットしてもらおうと思っています。浴衣を着るのも美容院でしようと思っています。そんな私の一日が始まります。よかったら楽しんで日本語を勉強しながら動画を見てください。それじゃあ行ってきます。美容室に来ました。髪を少し切ってセットをしてもらっています。私は髪のセットが苦手です。でも浴衣や着物を着るときは髪をセットした方が綺麗なので、最近一人でもできるように練習しています。髪の毛完成。これから浴衣に着替えます。浴衣や着物を正しく着ることや人に着せることを着付けと言います。この着付け、いろんな工程があって一人で着るのはちょっと難しいんです。今回は私の母の姉、私から見たらおばに着付けを教えてもらいながら浴衣を着ました。今一人でも着られるように練習中です。浴衣に着替え終わったので、これから山形のレトロな場所を巡りたいと思います。まず最初に行ったのは湯殿山神社。入り口に願い牛がいました。牛を撫でてご祈願ください。この牛を撫でるといいらしい。撫でておこう。神社に入ったらまず手を清めます。きれいにするという意味ですね。本当はちゃんとしたステップがあるんですが、コロナの感染予防などでやり方がちょっと変わってしまいました。次にお参りをします。ここでお金を入れます。いいご縁がありますようにという願いを込めて5円を入れるのがおすすめです。神社、お寺でお参りの仕方が違います。神社では二礼、二拍、一礼、2回お辞儀をして2回手を叩いて、それから神様に感謝やお願いしたいことなどを伝えます。伝えた後、もう一度お辞儀をします。重軽石に挑戦しました。牛と株の2種類ありました。牛は安産子宝の祈願、株の方は商売繁盛なので、私はこちらをやります。お賽銭をここに入れて、まずさっきと同じように2礼2拍1礼をします。その後、石を1回持ち上げて重さを確かめます。そうしたら石に向かって自分の目標やお願いを伝えます。その後もう一度持ち上げます。その時1回目より重いと感じたら努力が必要、軽いと感じたらそれは叶うという意味だそうです。私はちょっと重かったんですよね。はい、頑張ります。この後、御朱印をもらいに行きました。日本の神社やお寺では参拝した証に御朱印をもらうことができます。ここの神社には5種類ぐらいありました。最近は期間限定の御朱印などいろいろあるので、興味がある人はぜひチェックしてください。神社の近くの文章館に来ました。文章館は山形の昔の県庁です。今は展示会や発表会などで使われています。るろうに剣心や掛け狂いなど映画の撮影にも使われていたんですよ。この時計は日本で2番目に古い時計らしいです。中での撮影は許可が必要だったので、写真だけちょっと見せます。インスタグラムにもアップするのでぜひチェックしてください。
文章館の近くの御殿関という場所に来ました。この流れている水は400年前、山形城に水を送ったり農業をするために作られたという歴史があります。今この場所にはカフェやレストラン、フルーツ屋さんなどがあります。ちょっとお腹が空いたのでフルーツサンドを買いました。いろんな種類があって迷ったんですが、私が買ったのは梨、シャインマスカット、パイナップル、スイカが入っているフルーツサンドです。すごい、山形フルーツ有名だから食べてほしい。ちなみにこのパイナップルは台湾のパイナップルらしい書いてあった。シャインマスカットも美味しい。母の生メロンジュース。すんごいメロンだ。でメロンはさ、固体ならいいけど液体はちょっと苦手かも。メロンジュースは苦手かも。私台湾に行ってよくスイカジュースって売ってるよね、日本人はスイカをジュースにするジューと思わないよね。思わない、まあ美味しいけどなしかな台湾の人にはウケるかも、スイカジュースが好きな人はメロンジュースも飲んでみてほしい。ちょっと休憩しにシャンソン物語というカフェに来ました。ひそひそ小さい声で話してくださいという意味です。中はレトロな雰囲気でとても素敵なカフェです。レトロは昔の、古い、懐かしいという意味です。今から40年ぐらい前、パリをイメージして作ったカフェだそうです。トイレの内装までレトロで可愛い。コーヒーを頼みました。入れ物が今まで見たことない形をしていて面白いですね。最近私は浴衣や着物にハマっています。にハマるというのはそれに夢中になる、一時的にそれがすごく好きになるという意味です。例えばゲームにハマる、料理にハマるなどこんな風に使います。カジュアルな言い方なので正式な場面では使えませんが、友達と話すときよく使う言葉です。今の時代、浴衣や着物はお祭りや結婚式などイベントがある時にだけ着られています。でも私は普段から着て生活したいと思っていて、最近着物を買ったり着付けの練習をしたりしています。カフェに浴衣で行けてすごく嬉しかったです。テンションが上がっています。この笑顔。山形市から車で1時間半ほどにある銀山温泉に着きました。昭和レトロの雰囲気がある温泉街です。田舎の方にあるので交通が不便なんですが、外国人観光客の方も結構いました。みんなたくさん写真を撮っていました。この川の音が暑さを和らげてくれます。足湯もあるので日帰りでも温泉を楽しむことができます。ここの温泉旅館、値段が結構高めなので私は泊まったことがありません。いつか泊まってみたい。この道をもっと行くと奥に滝があります。母と私は滝が結構好きです。暗くなってきました。銀山温泉は日中もいいんですが、私は特に夜がおすすめです。明かりがオレンジっぽい色に統一されていてとても綺麗でしょう。この場所はジブリ作品千と千尋の神隠しの雰囲気を感じることができます。監督がここを参考にして作品を作ったかどうかは分かりませんが、実際に見てみたら千と千尋の神隠しの世界に入ったようで感動しました。私は来たことがないんですが、雪が降る冬もおすすめですよ。夏に来る方は結構蚊に刺されるので気をつけてください。私は6カ所刺されました。私の地元山形のレトロ旅、楽しんでもらえましたか？
私も久しぶりに山形のいいところを回れてとても楽しかったです。興味がある方はぜひ来てみてくださいね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあね。